ルーツで。はい。これはコーヒーゼリーですね。コーヒーのブラマンジェ、コーヒーゼリー、生クリームとになってます。今日は何種類ぐらいケーキ作られるんですか？今日は15、6くらいかな。ハベルさんのケーキのこだわりってどんなところですか？こだわり難しいな。奇をてらったことはあんましないで、当たり前のことを当たり前にやるようにしますっていう感じですかね。やっぱ食べてくれる人が美味しいって
言ってくれるように一個一個丁寧に作ろうねみたいな話はしてますね。ショーケースに並んだ時に綺麗になるようにとか、出前のことはちゃんとやろうねみたいな感じですかね。育ててもらったというか、お客さんの方に、これが美味しいねとか言ってくれるから、裏切りたくないなって、誠実にいたいなみたいな感じが大きいですかね。食べ物だからやっぱ信頼関係というか、口に入るものを作ってるんだよっていうところは大事にしようかなみたいな感じですかね。もうみんな仕上げも全部何でもできるから助かってますよ。あんまり気取りすぎてる名前は嫌だなみたいな感じで、姉が一緒にやってるんですけど、私からすると1個息子が3歳くらいの時に「食べる」が言えなくて、なんか「ケーキ食べる？食べる」かわいいと思ってじゃあそこからそうね、幼児語みたいな感じで可愛いかなっていう感じで。うちのお店の方の部分は姉の方が詳しいので、そうなんですか。姉に聞いてます。これは2層のチーズケーキですね。下がチーズスフレで、上がマスカルポーネのムースですね。これはロワイヤルっていうなんか紅茶の層になったケーキが結構濃厚な感じの。下がクッキーで紅茶のガナッシュ、紅茶のシロップを打ったビスキュイに紅茶ムース、紅茶のグラサージュみたいな
開店当時から人気があったので、夏も出してる。ケーキ屋さんを始めたきっかけは何だったんですか33回呼んで始めてるんですけど、はいなんかまあ20代結構まだいろいろとケーキ業界、人間関係荒れてたりする時代だったのでやめるか自分でやるか、どっちにしようかなって考えて最後の賭けみたいな感じで始めた感じなので、あんまり大きな志をっていう感じでもないんですけど、今7年くらいなので5年半ぐらいあっちでやって、去年こっちに移転してきた感じなんです。ちょうどこっちに移転してきて丸1年くらい。じゃあその頃はこんなに大きくなるなんて。全然面白かった。本当に姉と2人でやろうみたいな感じだったので、私がやりたくて、でちょうど姉が子供が育てててまだ仕事してなかったんで、ちょっと一緒にやってくれないって、販売やってくれないっていう話をして、やるよって言って2人で始めた感じなんですけど、インスタが姉が上手だったんで結構お客さんが来てもらって、ちょっと店がちっちゃいとどうにも回らなくなったのでっていう感じで移転した感じですね。
じゃあ昔からお菓子作りとかは好きでやってた感じだったの？そうですね、小学校くらいから何かしらで専門学校行かれてる専門学校行って、で個人店とか結婚式場とかやって10年ぐらい34店舗行って今みたいな感じ。これが一番人気の。あ、そうですね。今の夏の一番人気。見た目のインパクトがね。今日は何個ぐらい桃できそうですか？今日は12個出したいなと思ってます。
7個ずつ多分今日ねカットしてるのか。今は何をされてるの？今ストーリー上げてます。はい。朝来たらまず12時オープンですっていうストーリーを上げます。こうやってちょっと撮れるものがあるときは撮ったりとか、前に撮ってあった写真とかに合わせてストーリーを上げる感じです。写真はいつもこのカメラで撮って。そうです。そうなんですね。興味あります。だから流します。これは全部違うタルトになるんですか？この2つがフルーツタルトで、これがキャラメルバナナのタルトで、これがレモンパイです。バナナをキャラメリゼしてキャラメルバナナタルトに使うようなやつを作ります。これは今お砂糖を溶かしてキャラメルにして確かにいい匂いがしてきますよね。はい。今日は撮影入っていただいているので、よろしくお願いします。もう焼き菓子をね、やってるので、はい、人がいたら電話番号をメモってあげて、次から電話番号聞かなくていいように。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。あ、これは24日でお送りしますよ。美味しいおすすめです。これはずっとある商品なんですか？これはね夏限定なんですよ。もうすぐ終わっちゃう。そうなんですね。毎日お当番で。お当番なんですね。
番表を作ってくれたんですけど、それがすごい可愛いので後で見てください。これがで次終わったらミカさんかこんな感じ。この内装はすべてお店に販売られた、あ、そうです。夫が設計士なので、ここを作ってもらって、こういうなんだろう、インテリアだとか重機とかは私が選びました。このお店でこだわったポイントとかってありますか？なんだろう、お店っぽすぎない、っていうか、こうなんか入ってきた時にちょっとこう落ち着くような雰囲気なんだけど、ちょっと日常を忘れるような感じですかね。あとはすごい細かいことで言うと、段ボールとかそのまま置きっぱ当たり前なんですけど、置きっぱなしにしないとか、もうなんか間に合わせで買ったようなプラスチックのカゴとかを使わないとか、なんか選ばれてここにあるんだよっていうのが分かるようなそうものを置きたいなと思ってます。最近夏休み買ってきました。そうなんですね。なんか量り焼き菓子の日っていうのがあるので、そこでクッキーの量り売りをするので、その時に置いてあったら可愛いなと思って使えるかなと思ったんですけど、なんか10g 単位だから使えないって妹に言われてオブジェにオブジェになりました。そう、埼玉の作家さんとか、あと飲みの市で買ったもので、これはうちの息子が書いた文字でハベルの由来が書いてあるんです。そうなんですね。そうで、この絵はオープンの時に妹が大好きな作家さん、イラストレーターさんかに特別に書いてもらって、この煙がハーベルってそうなってる、可愛いですよね。そうケーキの写真をあげちゃったんで、ちょっと爽やかです。お待たせしました。ケーキだね。楽しみだね。どんなケーキだろうかな。ここであさぎさんが乗ってる。あ、うさぎさん乗ってる？そうなの、乗ってるか。ケーキだ。ケーキめっちゃ乗ってる。乗ってたね。何ヶ月の時から毎月ね来てくださって。そうなんですね。毎月ね、おめでとうって書いてね。じゃあおめでとうございます。モテる？すごい。いける？本当いける？いける？ありがとうございます。移転する前は歩いて1分ぐらいのところにだったんですよ。ですんでもう本当に長いですね。どんなところがお好きですか？ですね、クオリティがすごいですよね。で、長くこうやってるとちょいちょいマイナーチェンジしてるのが分かるんですよ。あ、この部分はここ改良されてるな、改良されてるなっていうのは、そういうのが分かって、あと季節が感じられるところが好きですね。季節限定のがすごい大好きで、それを楽しみにしてきてるんですけども、ハベルさんのケーキを誕生日ケーキをお願いして、毎回嫁と私でお祝いして、あとおしちゃんの誕生日でオーダーケーキをしてって、ハベルさんのおかげでそういうイベントが成立してるみたいなところがあって、ハベルさん大好きです。ありがとうございます。はい、こちらこそです。
はなんていうケーキなんですか？これが私が考えたレモンとヘーゼルナッツのタルトです。これは今何のクリームを絞ってるんですか？これもヘーゼルナッツのプラリネを混ぜた生クリームです。このケーキを思いついたきっかけって何ですか？はやっぱ夏のケーキだったので、レモンとかさっぱり系がいいかなと思って、レモンにナッツがすごい私は組み合わせ的に合うと思ってて、香ばしさがすごい合うかなと思ったのでヘーゼルナッツを選びました。そうだったんですね。出します。お願いします。チョコレートロールを2つと、はい。よくいらっしゃるんですか？前の店舗の時にちょこちょこ今日は何お目当てでいらっしゃったんですか？チョコレートロールを母親が好きなんで、そうなんですね。買ってもらって。すごい可愛い。何ヶ月ですか？今1ヶ月です。可愛い。お知り合いなんですか？あ、元職場が一緒で。そうなんですね。ちょっと照れる。懐かしい。可愛い。今年はあ、そうです。一応4月から復帰します。あ、そうなんですね。はい。じゃあ2層のチーズケーキ1つで2つで以上です。いっちゃんは何選んだの？これ。来月だって何歳になるの？6歳。6歳。またね。今度遊ぼうね。ありがとう。なんかすごく本当に夢レベルだといろいろ喋ることはあるんですけど、まずはちょっとこのお店まだ1年しか経ってなくて、まだまだ足りない部分も多いので、まずはこの店をしっかりとやっていけたらいいかなと思ってるので、その後にまたいろいろと何か広げられることがあったら広げていけたらなとは思ってますね。最近はその同業者の方と飲食店を個人でやられてる方とかをこう自分たちから声かけて集めて交流会とかを開いたりしてて、キャラメルトークをやったりとかして、そういうなんか横のつながりを作りつつ、地域貢献みたいなこともしていけたらなっていうふうに思ってます。キャラメルトークやってみてか、そうですね。いやなんか本当に刺激になったというか。いろんな立場の方が来ていただいたので、同じく開店中の方も、これから開店準備中の方も、あとちょっとだけ業種の違うコーヒー屋さんとか、食堂の方とかも来ていただいて、でもそれぞれの立場の人がそれぞれなんかすごくお客さん
の立場に立ててるかお客さんのことを考えてやってるなっていうのがすごくなんかあったかい回になったので、これはちょっと続けていっていろんな人の話を聞きたいなとは思いましたね。あとなんか事前に私たちに聞きたいことは何ですかっていう参加者さんたちに投げかけたら、そういろいろ聞いてくださって、その中でなんかやっぱ改めて自分がこうお店に対してこう考えてたとか、姉妹で働くことに対してこう考えてるってことはなんか振り返りにはすごいなったので、なんかいい時間だったよね。だから続けていきたいなっていうふうに思ってます。あとはもうお店がすごく若いパティシエさんだったりとか、若いスタッフの子が多くて、うちの子はしっかりしてるなっていうのをひしひし感じてたので、そういうのを見てるとなんかすごく楽しみだなこれからがっていうふうに思いますね。私はこうやって一生懸命仕上げた高いパティシエの子が仕上げたケーキをなんか写真に撮ることでなんか喜んでもらえたりするのが嬉しくて、すごい厳しい世界、妹も20代とかすごい苦労してきてね、パティシエってすごい厳しい世界だけど素晴らしい職業なんだよっていうのをなんか写真を通して伝えられたらいいなっていうのは思いますね。焼き菓子の日は月に1回普段出してない焼き菓子と、あとはシフォンケーキとかお出ししてる日なんですけど、なんか最近はちょっとクッキーの量り売りだったりとか、ちょっと冷やして食べると美味しい焼き込みタルトをやってみたりとか、あとこちらとしても遊びのある一日にしたいなって思って、お祭りだよね。そうしたねいう感じですね。金曜日っていう来づらいっちゃ来づらい日なんですけど、なんか楽しんでもらえたらいいなっていう感じでやってますね。ありがとうございますっていうのはもう本当にないんですけど、その中でこちらもできるだけ喜んでもらいたいなとか、そういうことを考えてケーキに向き合ってる時間がすごく幸せだなと思ってるので、なんかよくありがとうとかすごくいい会になりましたとか言ってもらえるんですけども、こちらこそいつもありがとうございますっていう気持ちでやらせていただいているので、今後ともよろしくお願いしますっていうしかないんですけどね、なんか頑張りますっていう、なんか信頼を裏切らないケーキ屋さんになっていきたいなと思ってます。うん。